眼科医の平松です。今日は飛蚊症を本気で治したい人のための動画についてお話ししようと思います。方法ですね。ついていろいろお話ししようと思います。で、飛蚊症ってなんか片目で見て、雲のようなものが見えたりとか、蚊が飛ぶって書くんで、蚊みたいのが見えたりとか、はたまた、カエルの卵みたいなゼリー状のものが見えたりとか、いろんなことを飛蚊症と言いますんで、片目で見て見える。で、もちろん、両方とも見えることもいるんですけど、で、目を動かすとそれもついてくる感じですね。っていうのを一般的に飛蚊症というと思ってください。で、これよく勘違いされがちなんですけど、飛蚊症って症状なんですよ。例えて言うと、頭痛と一緒なんですよ。じゃあ、頭痛治るのはこの薬飲めば全部治りますっていう薬ないんですね。なんでか。頭痛薬ってあるじゃないかと思うかもしれないですけど、例えば脳出血で頭痛があったりとかした場合、バファリン飲んで治るってないですよね。ないわけで。つまり、飛蚊症って症状や原因によって治療法とか対処法が結構違ってくるので、そこら辺を分かっておかないと、結構無駄な治療を受けになっちゃってる人もいますし、本当は治せるのに、治らないとかっていう人もいらっしゃるので、ちょっとそこら辺をお話ししようかなと思います。で、まず飛蚊症っていうのは具体的には、これ目の模型なんですけど、目をパカッと開けて、小視体って言ってこの目の玉、目を横に切った中空のところですね。っていうのね、にゴミみたいのが出てくるっていうかな、汚れみたいのが見て、これが見えるのを飛蚊症と言うんです。だから目を動かすとこうやって動いていくっていう、そんな感じになりますね。で、それには原因がいろいろあって、例えば出血、目に傷がついて出血する。例えば、糖尿病によって出血するとか、そういう出血のこともあります。で、はたまた目の炎症、ブドウ膜炎とか、そういう目の炎症によって起きてくるっていう、他の病気によって起きてくる飛蚊症と、特に病気ってわけでもないんだけど起きてくる飛蚊症っていうのもあるわけですよ。で、病気によって起きてくる飛蚊症の場合は絶対的にいろんな治療が必要になります。例えば、糖尿病によって出血してるんだったら、それはレーザーで止めなきゃいけないこともありますし、レーザーでさらなる出血を食い止めるっていうかな、そういう必要もあったりしますし、場合によっては手術をして取らなきゃいけないってこともあります。で、ブドウ膜炎、目の炎症だったら、炎症を止めるような飲み薬飲んだりとか、目薬したりだとか、点滴したりだとかって言って抑えるっていう必要があるので、基本的にそっちに関しては、ちょっと原因によっての治療が大きく変わってくるので、ほとんどである、そういうすんごい悪い病気ではない飛蚊症についてお話ししようかなっていうふうに思います。で、すんごい悪い病気ではない飛蚊症で一番多いのは後部小視体剥離って言って、これ何かっていうと、目の玉には小視体っていうゼリー状のものが入ってるんですけど、年齢とともにこのゼリー状のものがお水に切り替わってくるんですね。その過程で目の奥からプッとゼリーが外れてきて見える。リング状に見えたりよくするんですけど、リング状じゃないところも結構あるんですけど、ワイスリングとかって言ったりするんですけど、っていうのが、まず一番多いです。一番多いですが、これ年齢制にありまして、大体ですね、50代とか、そこら辺以降で起きてくることが多いです。っていうのが、まず後部小視体剥離による飛蚊症。そして、若い人、例えば20代とか10代とか、そのぐらいからある飛蚊症っていうのはもう後部小視体剥離ではないことがほとんどで、近視がすごい強い人はあり得るんですけどね、後部小視体剥離ではなくて、さっきの液化とかが、ごく一部にあったりとか、はたまた小視体自体がそもそも汚れていたりだとか、そういうようなこともあるわけですね。もちろんご高齢の方でも同じように一部だけ液化してプッと外れてないんだけどもなるとか、ちょっとした汚れっていうこともある。で、それによって対処や対抗法っていうのが基本的に変わってくるっていうふうに思ってほしいんです。じゃあ、病院に行くと大抵なんて言われるかっていうと、これもう老化現象だから、はたまた近視によるもんだから、ほっといていいですよって言われます。この意味なんですけど、ほっといても失明しないですよって意味であって、もうどうしようもないですよっていうことを言いたいわけではなくて、基本的にはほっとくのが普通ですよね。で、私も飛蚊症が、多少は見えますけれども、放ってます。飛蚊症をレーザー治療したりとか手術したりとかしていないですね。で、私もそれなりの近視なので、そういうのが起きてきているっていうところがあります。じゃあ、飛蚊症に関して何の使用もないかっていうと、ネットで検索していただくとわかると思うけども、レーザーとか手術っていうのもあります。はたまた日常生活の対応法っていうのもあるんです。で、基本は
なるべく手術やレーザーっていうのはしない方がいいです。なぜかというと、手術もレーザーもリスク、危険性がゼロではないわけなんですよね。一方で、気にしないっていうのは危険はないわけじゃないですか。気にはなりますけれども。で、気にはなるけども、危険性はないわけなので、それがベストです。だから、よく言うのは、飛蚊症が出て半年以内はレーザーなり手術なりはしない方がいいよねっていうふうに言います。なぜかというと、半年ぐらいで慣れてくる人っていうのはほとんどだからですね。なので、ほっとくがベストなんですが、やっぱ気になる人もいるじゃないですか。で、どうすれば気になりにくいのかっていうことをまずお伝えします。気になりにくい方法としては、白いものや明るいものを背景にして物を見すぎないこと。特に外で、太陽の下を歩いてたりすると気になったりしやすいんで、それをあんまりしすぎない。例えばサングラスしてあるとか、なると、気になりにくいですね。あとは、なんだろう、どうだろうって毎日考えてしまうんではなくて、もう気にしないで他のことを考える。気にしないようにするってすごい難しいんですよ。そうじゃなくて、他のことを考える、忙しくするってことの方が、忘れにやすいっていうところがありますね。でもこれって根本的な解決策じゃないですよね。で、よく言う、飲み薬とかサプリメントとか目薬とかで治るとか、治ったって人もたくさんいます。で、これに関して言うと、基本的にそれで治るっていうデータっていうのは、非常に弱いものはあるけれども、すごく強い証拠を持ったものはあんまないと思ってください。じゃあでも、治ったって人いるんだよっていう話あると思います。で、私の患者さんでも、何々飲んだら治ったとか、何々目薬したら治ったとかっていう人も結構います。これがですね、飛蚊症って、目の玉の真ん中に汚れがあるんですけど、たまにこれが端っこにずれていくことがあるんですよ。汚れがなくなってないんだけどずれると。なので、患者さんとしては飛蚊症を感じなくなるってことがあるんですよ。それが、あるポイントになることあるんですね。ですから、例えば半年経って、やっぱ飛蚊症あるんだけど、1年ぐらい経ったら気にならないところに移動したってこともあるわけなので、たまたまそのタイミングとやったことが一緒だったってことは結構あることですね。だから、よくどっかのブログとかで、私はこれを飲んだら治ったみたいので、サプリメント紹介したりすることもありますけども、おまじないって思っていただけるといいと思います。もちろん飲んじゃダメだよってことではなくて、ある程度。で、そういう人もいます。で、実際そういう患者さんもたくさん見てますけれども、それが原因とはちょっと考えにくいというか、そういう強いデータっていうのは今のところ弱いかなっていうのが、今のところの一般的な考え方だと思ってください。たまたま、そのいいタイミングで消えるってことはあります。ありますね。じゃあ、どうしても辛いと。やっぱ辛いって人もやっぱ一定数いらっしゃるんですよ。で、私の元でもいろいろ治療して、飛蚊症を改善すると、本当に泣いて喜んでくださる方もいるんですね。もう人生本当に飛蚊症でもう苦しめられて辛かった。で、医者とか医療者側とか、あとはご家族側からすると、別に失明しない病気だし、ちょっとゴミ見えるだけでしょ？気にすんなよっていう人が多いんですよ。でも、本人にしてみると、もう泣きたいほど辛いし、生きてるのも辛いって人も、正直言うと一定数いらっしゃって、そういう人が飛蚊症を改善すると、もうほんと爆発的に人生が良くなる人もいるんですね。すごい多いわけじゃないですけども、いらっしゃるんです。じゃあ、そんだけ辛い人にはどういう治療があるかっていう風になってくると、レーザーと手術ってあります。で、ただここにはメリットデメリットがいろいろあるんで、そこをちょっと深掘りしてお話ししようと思います。レーザーっていうのは、汚れは消えません。吹き飛ばすって感じです。例えばよくあるのが、さっき言った後部硝子体剥離で、リングができてて、それをレーザーでパーッと細かく砕く。そうしてあげると、なんていうか、ゴミみたいになるんで、気にならなくなるよねっていう治療法があります。で、それで、気にならなくなったって患者さんもいますし、なんか余計気になったって人も何かいらっしゃって、だから、ちょっとやってみてゴブゴブってとこですね。要は、細かくすること自体はできるんだけれども、気になるかならないかって、なんとも言えないところですよね。塊だから気になるのか、分散したら気にならないのかって、結構主観なんですよ。余計気になったって人も一定数いらっしゃるっていうのが、正直言うと現実事実ですね。そして、よく、飛蚊症は何でもレーザーでいけますみたいに言うクリニックもたまにあるんですけど、それはありえないですね。そこちょっと適当ですよねっていう。結構状態によって変わっていくんですよ。これすっごく重要なところなんでお話しときます。まず、後部硝子体剥離でここに硝子体の塊がある場合、これはレーザーであれ手術であれ結構治療がしやすいです。特にだからそういう場合であるとレーザーっていうのは一つの選択肢になるのかなって。要は細かく。だから、つまり50超えてて、飛蚊症がある程度で出てきて、で、真ん中に大きく邪魔なものがあって、これが小さくなれば楽かなっていうパターンに関して言うと、レーザーは非常にいい適用になってくるかなっていう感じですね。で一方で、お若くして、硝子体がちょっと液化変性している、ちょっと汚れがあるっていう方の場合って、
これを分散させて余計気になるって方も結構いらっしゃるところなんですよね。はたまた、なんかあんま変わんないなって人の方が多いですけれども、そういう風になることが多いことと、硝子体がまだパンパンなわけですよ。ってことは、この汚れがどちらかというと網膜っていうところの近くにいることが多いんですね。となると、ちょっとあなたがずれちゃったりすると、網膜に穴開けちゃったりするんですよ。そうすると、目の奥に出血したりとか、網膜剥離とかっていうリスクがあるわけなので、よく手術だけが怖い、レーザー怖くないみたいな表現してますけど、レーザーの方が怖いかなっていう部分もある。お若い人に関して言うとね。っていうふうに思っていただけるといいと思います。では、手術の場合はっていうと、手術に関して言っても、やっぱり若い人よりも後部硝子体剥離っていうのが起きてる人の方が安全性はより高くなってきますし、白内障がなりやすいっていうのが手術のデメリットですんで、50代ってもともと白内障だんだん出てきてますんで、ちょうどいいですよね。つまり、50代以上の人の飛蚊症って、比較的レーザーであれ手術であれ、結構対応しやすいんですよ。じゃあ、40代以下の人っていうのはどういうことかっていうと、レーザーで、あんまり変わらない人が結構多いですね。で、手術に関して言っても、後部硝子体剥離っていうのをわざと手術中に作ることもあるんですよ。そうしてあげると、網膜剥離とか他のことが起きにくいので、で、そういう作業が多少必要になってしまうのと、そもそも40代以下って、いわゆる白内障ないわけなので、お若くして白内障になってしまうっていうデメリットもあるっていうところがあって、非常に悩ましいっていう感じです。じゃあ、私だったらどうすんのってことですね。まず、そもそも私は飛蚊症があっても気にしないようにするっていうのが、で、気にしないで済んでるんですよ。それは私の性格だけの問題じゃなくて、もう飛蚊症の形とか、そういうものによって出来上がってるので、あなたはとっても辛いかもしれない。なんですけど、私はそうです。ただし、じゃあ私があなたぐらいすごく辛くて、生きてるのも辛いぐらいの飛蚊症になった場合、どういう治療を受けるか。僕だったら初子体手術を受けた方が無難かなっていうふうに思います。なぜかというと、僕の場合まだ若いから、若いというほど若くないけど、40代なので、いわゆるレーザーで改善する見込みっていうのは低いと思うし、はたまたレーザーによるトラブルが起きた場合って結構対処法大変なんですよ。でも初子体手術であると、もう本当年間、うちだって3、400件やってますし、もっとやってる1000件以上やってるところもありますし、そこまでレアじゃないですよね。飛蚊症のヤグレーザーを1000件年間やってる施設って多分ないと思うんですよ。そう考えると、飛蚊症の硝子体手術1000件やってるとこってないですよ。普通の硝子体手術を1000件やってるとこって結構あるわけなので、そう考えると、硝子体手術っていう選択肢の方が、無難かなって思います。そして、硝子体手術までやってるところであると、もし何かあった時にも対応しやすい。要は、ヤグレーザーだけの時って、なんかトラブった時に、他の施設でなんかしてもらわなきゃいけないかなっていうところがあるんです。もちろん、トラブルの確率ってそんなに高くはないですよ、ヤグレーザーも。そんなに危ないところでレーザーを打つとかしなければ、ほとんどは問題ない。問題ないけど効果ないってことも多いですけれども、っていうところが多いので、やるんだったら硝子体手術の方が自分だったら無難かなっていうふうに思います。ただね、問題はね、硝子体手術を飛蚊症に対して、飛蚊症に対してっていうと語弊があるな。飛蚊症に対して硝子体手術をやってない硝子体施設はないです。言い方変えると、例えば糖尿病による出血の飛蚊症は絶対やります。硝子体手術をやってるとこだったら。はたまた、網膜に穴が開いて、それによって飛蚊症が生じてて、網膜剥離になりかけてる場合は絶対手術するんですよ、硝子体手術。つまり、生理的でほっといても問題ない、飛蚊症とか、なんか悪くはない飛蚊症っていうと語弊があるけど、そういうところはやってるところが多くないんですよ。なので、すごい探しにくい。うちやってますよってインターネットで言ってるところって、ほぼないと思うんですよね。一方でレーザーってうちやってますよってところが結構あるので、レーザーの方がちょっと正直言うと探しやすいっていうところがあるので、そこがちょっと難しいかなっていうところが、現実問題としてあるかなっていうふうに思います。なので、まず大切なのはあなたの飛蚊症がどんな状態なのか、そしてどこの硝子体がどんな風に汚れてるかによって、治療の対処法が結構違ってくる。例えば、ヤグレーザー、若い人はあんまりそこまでじゃないって言ったけども、若い人なんだけど、中空に浮いてて確実にこれだなっていうようなのがある場合は、ヤグレーザーって結構いいんですよ。ね。一方で、かつ塊を分散させればいいなってやつ。でも一方で、例えば本当に分散しているような飛蚊症に対しては良くないんで、飛蚊症ってすごい広いので、飛蚊症の中のその状況によって手術をお勧めする人もしない人もいる。基本手術しないで我慢できればそれが一番いいんですけども、
すごくもう状況によって変わってくるっていうふうに思っていただけるといいと思います。だから、じゃあ医療機関を選ぶ時のポイントは、飛蚊症何でもレーザーしますってところはちょっと気をつけた方がいいです。で、もしレーザーする施設でも、飛蚊症を見てみて、状況によってやったらいい状態だったらやりますよってところで受けた方が絶対いいです。何でもやりますねみたいなところは絶対やめた方がいい。で、じゃあ、飛蚊症の硝子体手術とかを受ける場合は、硝子体手術やってるっていうところを、お友達だったりとか、口コミとか噂を聞いたりして、ちょっとそこで相談してみる。で、電話して、飛蚊症、うち硝子体手術だんだんやってますよなんて普通答えません。そこはやめた方がいい。絶対ちゃんとしたところだったら、いや、見ないとわからないですと。あなたの飛蚊症が本当に硝子体手術の適用となるものなのか、そうでないのか、絶対やめた方がいい目なのか、それ見ないとわからないですよっていうところの方が真っ当です。なので、電話やメールして、うちだったら全然やってますじゃなくて、きっちりと見てみなきゃわからないけれども、ちゃんとそういう状況の人だったら治療しますよ程度のスタンスのところで治療をお受けになった方が絶対いいと思いますんで、ちょっとそこは頭に入れていただければいいかなっていうふうに思います。今日は飛蚊症を本気で治療したい人に向けてお話ししました。もっと詳しくいろいろ知りたいって方はコメントとか書いていただけると、別の動画ちょっと使ったりするんで、よろしくお願いします。